人差し指や親指はね、軽く添えるだけというね、握りがね、好きなんですよ。サムライチャンネルへようこそ。今回はこの強立のね、最軽量モデル SRE2230 のハンドル交換を行っていきたいと思います。そしてその交換するハンドルというのが同じヤマビゴグループの新ダイワのね、ユニバーサルハンドルというモデルですね。このハンドルね、私以前から使ってるんですけど、とても具合がいいんですよ。左右非対称でありながら、少しね、前に傾いたね、設計となってるんですよね。そして私がね、なぜこれのハンドルを気に入ってるのかということなんですけれども、そしてね、もういきなり完成しているんですけれども、ユニバーサルハンドルってこんなにね、前にね、傾いているんですよね。通常のタイプのハンドルと比べてもね、このぐらいなね、違いがあるんですよ。そして多くの方がですね、こういったタイプのハンドルをね、使われている方が多いと思うんですけれども、私ね、実はあまり好きじゃないんですよ。私ね、剣道をやっていましたので、こういうね、やはりグリップ握り方ですね。小指から中指までの3本でね、ある程度しっかり握って、人差し指や親指はね、軽く添えるだけというね、握りがね、好きなんですよ。ゴルフですとか、バイクを乗られる方もね、共感していただける方多いのかなというふうには思うんですけれども、こんな風に人差し指ですとか、親指でね、強く握ってしまいますと、肩に力が入ってしまって、柔らかいハンドリングっていうのがね、できなくなってしまいますので、私はね、剣道の技術を応用したこうした握り方ですね。こういう握り方のできるね、ハンドルが好きなんですよ。それですので、前にこう倒れているユニバーサルハンドルって、このね、グリップがやりやすいので、もう両手でね、この剣道と同様のね、握りができると、もう仮払い機がですね、竹刀を構えてる、日本刀を構えてるかのようなね、そんな握りができるんですよね。そして一般的なこうしたね、直角タイプのハンドルですと、自然とね、こうクソ握りになってしまうんですよね。こういう握りがね、悪いと言ってるわけではないんですけれども、どうしてもね、肩に力が入りやすい構えになってしまうので、可能であればね、小指から中指までの3本を基本にね、グリップできると非常にいいんじゃないかなというふうに思っています。直角タイプのハンドルでも、慣れてくるとね、こうしたね、握り方でカバーできるんですけれども、どうしてもね、手首が窮屈になってしまったり、剣線が相手から外れてしまうような感覚になってしまうので、なんかね、こうしっくりこないんですよね。この直角タイプのハンドルも、取り付けネジをね、緩めてあげて少しね、前に倒してあげると、少し改善されるんですけれども、そうしますとね、今度ハンドルが少し遠くなってしまいますので、少しね、やっぱり具合悪さってのが残ってしまうんですよね。そして今回ね、以前ね、バイクのハンドルに交換した時に、余っていたね、このユニバーサルハンドルがあったので交換していきたいと思います。さあ、それではね、交換していくんですけれども、実はですね、こんな交換なんかしなくても、新ダイワさんから RA3021 っていうね、モデルが発売されていて、最初からユニバーサルハンドルがね、ついているモデルがね、あるんですよね。そして今やってる作業はグリップをね、取り外しているところですね。このグリップを外すときには、ドライバーみたいなものでね、少しスペースを空けておいて、シリコンスプレーをね、吹き込んであげながら、少しずつね、こうずらしていくと、簡単にね、外れていくようになりますね。このグリップもね、ゴムですから、長く使ってるとね、ひび割れてきたり、硬くなってくるのでね、グリップをね、交換される方も多いんじゃないですかね。左手のグリップのね、交換は簡単なんですけど、最近のね、グリップって、グリップの中にケーブルが通っているので、少しね、交換が面倒なんですよね。以前この右側のね、グリップ交換をした時には、このグリップ内にね、ケーブルを通すのが面倒になってしまって、外側からカッターでね、綺麗にね、切って、そしてケーブルを通してから、また接着剤でね、貼り付けてね、元に戻したことがありましたね。今回はですね、抜いて刺せばね、対応できそうな感じですので、意外と簡単にね、交換できるのかなというふうに思っています。しかしここでですね、ハンドルのね、側面に、回り止めとね、抜け止めのね、切り込みとね、穴が開いているのが分かったので、取り付ける方のね、ユニバーサルハンドルにも、同様のね、切り込みと穴をね、作成しなければならないので、
今マジックでですね、加工する目印をね、つけているところですね。しっかり剥がったところでね、必ずその場所にしっかり穴を開けたり、加工できるわけではないので、もう目見当でですね、作業を行っているところですね。そしてこのね、丸いところに穴を開けるのってね、意外とずれやすくてね、大変なんですけど、ずれにくいね、ドリルもあるので、この細いタイプなんですけれども、最初にね、そのドリルで穴を開けてから、適切な穴のドリルで穴を開けているところですね。そしてね、目見当でね、適当にやったにしてはね、意外とね、同じような感じで加工できましたね。そしていよいよね、グリップの取り付けを行っていくんですけれども、取り外すときにシリコンスプレーをね、吹いてあったので、パーツクリーナーでね、そのシリコンスプレーをね、落としてから取り付けを行っています。オイル分をね、しっかり落としておかないと、今度はグリップがね、草刈り中にグラグラしてしまいますので、そうならないようにね、しっかりと落としておくところがポイントかなというふうに思っています。そして肝心のね、このアクセルユニットはですね、もう横の穴ね、もうピンポイントですので、位置をね、しっかり合わせてからネジ止めしていきます。そして配線の方もね、しっかりとコルゲートチューブに収めて、一番上のところにこの電気のね、絶縁テープをですね、巻いて抜けないようにしておきます。このテープもね、なくてもいいかなと思ったんですけど、もともとね、ついていたもんでしたので、同じように巻いておくようにしておきました。そうしましたらいよいよね、ハンドルの固定を行っていきます。固定自体はね、ネジ4本止めればいいだけなので、均等にね、締め付ければいいだけなので簡単なんですけれども、このユニバーサルハンドルは、左右がね、連結されているタイプのハンドルですので、右と左でね、それぞれ角度を変えてあげることはできないんですけど、結構ね、こだわってる人は右と左でね、ハンドルの角度を変えてる方もね、いらっしゃるんじゃないですかね。私はね、左右ね、同じ角度の方が地面のね、こう水平感を感じやすいので、同じ角度で使うのが好きなんですけど、皆さんはね、どんな風に使われてますかね。またね、コメントで教えていただけるとありがたいなというふうに思います。そして今やってる作業は、左側のね、グリップを、バイクのね、これアクセルなんですけれども、日本刀とね、同じグリップがありますので、こちらの方をね、装着していきたいと思います。それでこのグリップね、バイク用ですんで、太さがね、ハンドルのね、このパイプの径と合わないんですよ。それですので、絶縁テープをね、ぐるぐる巻きにして、太さの調整をしているところですね。こんなテープで大丈夫なのって思う方もね、いらっしゃるかと思うんですけど、意外とね、大丈夫なんですよ。そしてハンドルのトップには、これバイクのね、ハンドルエンドなんですけれども、こちらの方をね、装着して、日本刀のね、幅木とね、同じようなね、イメージで取り付けを行っています。こうしますとね、なんかこう、サムライチャンネルらしいね、日本刀のイメージのね、仮払い機がね、出来上がってきますよね。そして仕上げはですね、ハンドルのね、剛性感を上げるために、サポートバーの取り付けを行っていきます。このサポートバーはですね、見た目以上にね、剛性感が上がる秘密兵器なんですよ。よくね、力任せに狩る方は、ハンドルをね、ポキッとね、根元から折れてしまったなんて方もいらっしゃるんですけど、そういった方にこそね、このサポートバーをつけてほしいですね。これをつけることによって、ハンドルのね、たわみもなくなりますし、非常にね、剛性感が上がるので、草刈りをしていてね、一発で効果がわかる装備ですね。そしてこのサポートバーは、左右のハンドルをね、今一本のね、このアルミのパイプで繋いでるんですけど、もう一つやり方があって、2本のパイプを使って、ハンドルとハンドルのね、取り付け部分のボルトをね、連結するやり方ですね。いろいろね、やり方ありますんで、皆さんもね、もし興味ありましたらね、自己責任にはなってしまうんですけれども、参考にしていただけたらと思います。さあ皆さんいかがだったでしょうか。少しね、加工は必要になったんですけれども、無事にね、交換することができました。そしてこの日本刀グリップ、サムライチャンネルらしいね、グリップにできたんじゃないですかね。そしてこのユニバーサルハンドルのこの前に倒れた感じですね。バイクのね、カスタムとかもそうなんですけど、何か一つね、こうパーツを変えるだけでね、バイクに乗るのがこう楽しくなったり、草刈りもそうなんですけど、何か一つね、自分のマシンにね、こだわりのカスタムをするとね、草刈り機へのね、愛着も湧きますし、
とてもね、草刈りが楽しくなると思いますので、ステッカー1枚でもいいと思うんですよね。今後の皆さんの草刈りライフのね、参考にしていただけたらと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんからのチャンネル登録やコメント、そしてグッドボタンが私の動画制作の原動力です。草刈りに楽しみを。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。